コマリンレジンです。今回は気泡についての動画を発信していきたいと思います。どうして気泡がないのかとよく聞いていただけるので、作る時に気泡を消すためにやっていることを主に6種類紹介していきたいと思います。参考になったら嬉しいです。ちなみに気泡はあってはいけないものではなく、個人の好みの問題かなと思ってます。エンボスヒーター使わないのとよく聞かれるのですが、使わない理由についてこちらに記載していますので、よかったらご覧ください。で、普段は使わないのですが、あまりにも気泡が大量に入ってる時とかは使ってます。1、レジン選び一番大事。気泡のない作品を作りたい場合、低粘土レジンのサラサラのものを使うのがおすすめです。普段使っているのはおなじみ作家のためのレジンです。他にもフリーフライ、マサルの涙、キララプレミアムなんかが好きなんですが、自分で実際に使ってみて合うものを見つけるのが大事かなと思ってます。そして注意点なんですが、レジン液の中にはどれだけ頑張ってもどうしても気泡が出てしまうものも存在しています。気泡ができる悩みのある人にレジン液を聞くと、と納得することが多いです。2、封入物をつける。それではここからアルファベットモールドでレジンを作っていきます。一番最初にやることはカラーレジンを作ることです。カラーレジンは混ぜるときに気泡が大量発生するので、基本的に一番最初に作ります。時間放置することで下の方の気泡が上に上がってきます。封入剤もこんな感じでレジンに浸してあらかじめ気泡を抜いておきます。この時のレジンはサラサラタイプであればどんなものでも構わないので安いものを使っています。今回はスターフラワーと忘れな草を使用するのですが、こんな感じで傷つけないように優しく空気を抜いています。そしてお花の浸す時間ってどのくらいなのとよく聞かれるのですが、お花によって浸す時間は様々です。画像にまとめていますので一時停止してご覧ください。お花以外の金箔やフレークもレジンに混ぜてから使うようにしています。カラーレジンや浸したアイテムは使うまで光が当たらないところに保管しておきましょう。3、モールドの角をなぞる。ここからはモールドにレジンを流していきます。モールドを使う際なのですが、黒い紙や板を下に引くと気泡がよく見えるのでおすすめです。これをやるとやらないでかなり差が出ると思ってます。まずはモールドの高さの半分くらいまでレジン液を流します。流した後は筆で広げずに傾けてレジンを広げています。そしてここからが大事なポイントです。先端の尖ったスティックや爪楊枝でモールドの角をすべてなぞっていきます。角には見えない気泡がたくさんあって、そのまま固めるとモールドから出した時に欠けたりする原因になります。出てきた気泡は一つずつ地道に取り除いていきます。この時潰すんじゃなくて気泡ごと取り除くのがポイントです。封入物を入れた後にも気泡が出るので、しっかりと取り除いていきましょう。全部取れたなと思ったらライトで固めます。4、段差にレジンを流す。5、時間放置。次の工程はカラー部分を2ミリほど残して2層目のレジンを流します。ここからは気泡対策の頑張りどころですので解説していきます。2層目を流し終わったらすぐ固めるのはダメ。そのまま待つと気泡が浮いてきます。この時浮いてくる気泡というのが1層目が収縮した時に隙間から出たものです。これをしっかりリカバリーするのが大切になってきます。何もせず固めると側面がガタガタになってしまうので、1層目の隙間にレジンを流し込んでいきます。
モールドとレジンの隙間を広げて爪楊枝などを差し込むイメージです。モールドをくるくる回転させながらすべての面をチェックしてくださいね。うまく気泡が抜けるとポコッと泡が出てきます。そしてすべて取れたって思うのですが、ここでまた時間を置いてください。できれば10分以上が理想です。取り切れていなかった気泡や目に見えない気泡が浮いてきて蒸発していきます。これを私は最強放置と呼んでいます。出てきた気泡をしっかり取り除いていきます。エンボスヒーターだとモールドの下の方の気泡が取り除けないのですが、これだと上に上がってきているのでとっても綺麗な仕上がりになります。2層目を固めます。3層目は最初に作ったカラーレジンを流します。こんな感じで表面に気泡が浮いて集まっているので、すくってゆっくりと混ぜておきます。そしてモールドの残りすべてにカラーレジンを流します。慣れない方は少しずつ流すといいですね。そしてまたここでも最強放置を行います。今回は2層目で行った隙間にレジンを流す作業は行っちゃいけません。放置すると気泡が浮いてきているので、しっかり取り除いてから硬化します。6、後から気泡を埋める。すべて固まったのでモールドから出してみましょう。果たしてちゃんときれいにできているのでしょうか。パッと見きれいにできているのですが、よく見たら右下に気泡が入っていました。この気泡も消すことができるのでやっていきたいと思います。穴が浅い位置にある場合は画鋲を刺してできるのですが、今回は深いのでピンバイスを使用したいと思います。気泡に向かって上から穴を開けていきます。いつもは電動ルーターで開けるのですが、どっか行ってしまいました。穴を開けた場所にレジンを乗せて9ピンで入れていきます。この時穴の大きさが小さいとリカバリーの跡が分かりにくくなるのですが、レジンを入れるのがとっても大変になってきます。できた気泡の大きさによって穴の大きさも変えています。穴から出てきたレジン液は気泡だらけで固めると曇るのでしっかり拭き取ります。埋めた場所を固めたら気泡のないアルファベットレジンの完成です。今回の動画はいかがでしたか？このシリーズはまだまだ続いていきます。次回がサイドコーティング、その次がぷっくりトゥルンな表面仕上げのやり方をご紹介していきます。よかったらチャンネル登録をしてチェックしてくださいね。ご覧いただきありがとうございました。